今回は大型の観葉植物2点を購入しましたのでご紹介したいと思います。まずこちらのアンスリウムロムズレッドの方なんですけれど、とてもこちら大きくて、もうだいぶ株が成熟した個体になるんですが、よく園芸店にあるのはもっと小さくて、まだこれから育っていくという段階の株の子が多いと思うんですが、こんなに大きく根元の茎ももう立派に太く育っているもの自体が珍しくて、ちょっと運命的な出会いをしてしまいましたので、一目惚れでこちら購入してきました。お店の人に管理方法とか聞いたんですけど、ちょっとアンスリウム加湿が必要だとかデリケートな植物というイメージがあって、あまり育てずに今まで来たんですけれど、ここまで大きく育っていると結構丈夫に、そんなに神経質にならなくてもうまく育てられるんじゃないかということで、思い切って決断してきました。葉っぱもすごく大きくって、こんなです。手と比べるとこんなに大きい葉っぱが3枚ついてます。で、新芽もまだ見えないんですけど、下の方にちょっと潜んでいて、これも多分出てくると思うので、するとまた大きい葉っぱが展開していく、とても楽しみな植物になります。はい。で、こちらがモンステラの大コンステレーションになるんですけれど、この黄色のチリフがとても綺麗に入っていて、でずっとモンステラの斑入りのタイプのものが欲しかったんですけど、真っ白い斑が入った種類のモンステラもあるんですけど、こちらが欲しいなと思ってた時期もあるんですが、やっぱり真っ白な斑だとちょっと葉焼けとか管理方法が難しくて、なかなかうまく育てられない気がして、こっちの黄色の斑だと真っ白のものよりも手がかからない、丈夫だという話を聞きましたので、こちらのタイコンステレーションを購入してきました。こちらもとても立派で、もう結構大株というか、葉っぱのサイズを見ていただくと分かるんですが、これも私の手に対してこんなに大きい葉っぱがすでに展開しています。根元もとても茎が太くて、気根も立派で、これはこのまますくすく育ってくれるんじゃないかなと思っています。大切に育てたいと思います。今回購入したこの大型の観葉植物なんですけど、どちらも結構珍しい品種で、このサイズになると普通もう数万円とかしちゃうと思うんですが、この子たち行きつけの園芸店さんが手放したくなったお客様の植物とか、元気がなくなって処分寸前の植物とかを引き取られて再生して元気になったものをお安く譲られるというような活動をされていて、で行った時にたまたまとても目について、本当はどっちか1点だけと思ったんですけど、もうどちらも選べないぐらい気に入りまして、もうどっちも元気ですし、ここまで大きくなってると、管理も楽だということだったので、結局2つ購入してきたんだけど、このサイズでもうありえないぐらいお安く譲っていただきました。とっても良いお買い物ができたと思ってます。それではこの後この子たちをレイアウトしていきたいと思います。もうリビングがだいぶジャングル化していて、置き場所もあまり残ってないんですけれど、ちょっといろいろ配置を考えながら一番いいところに目立つように飾ってあげたいなと思ってます。
それではレイアウトが完成したので、どのように植物を配置しているかご紹介していきます。まずここは我が家で一番大きな植物、エバーフレッシュを主役にしたフレッシュゾーンです。足元にシダ植物を置いて涼やかな雰囲気にしています。備え付けの物干し掛けに流木を通したハンギングゾーンです。この流木は海で拾ってきたもので、ビカクシダとネフロレピスをハンギングしています。ビカクシダが大好きで、小型のドワーフ株を中心に育てています。次に、カラフルな模様が入った植物をまとめたエキゾチックゾーンです。小型植物に高低差をつけて立体感を出すようにしています。ここにある植物だけで12種類ありました。今後ご紹介できればと思います。最後にギャラリーゾーンです。ビカクシダのビーチを額で囲って、アガベや塊根植物など渋めの植物をまとめています。雑貨鉢は大好きな井上智春さんのものです。他の鉢も色のトーンを統一し、形で変化を出すようにしています。こちらもまた今度詳しく紹介しますね。最後までご視聴くださりありがとうございました。これからもお部屋のジャングル化は進化していく予定ですので、どうぞお楽しみに。それでは次の動画でもお会いできたら嬉しいです。ウニとともにお待ちしています。